僕たち夫婦に子供はいません。でも、子供よりももっと手がかかる家族と暮らしています。三部比のパパです。フレンチブルドッグを飼い始めて18年目、アラカン59歳です。我が家は妻と僕との2人暮らしで子供はいません。最初は都内に住んでいて、40代になって初めてフレブルをお迎えしました。18年前のことです。それからすぐに茨城に引っ越してきて、合計5匹のフレブルをお迎えして2匹を看取って、現在は3匹と一緒に暮らしています。こんな家族の形です。僕たち夫婦と同じように子供がいない夫婦でフレブルを飼われている方はたくさんいらっしゃると思います。今回はそんな2人きりの夫婦とフレブルとの関係というか、僕が感じているフレブルと暮らす夫婦の思いをお話しします。前半は僕ら夫婦とフレブルとの距離感について、後半ではフレブル中心で暮らす我が家の実情についてご紹介します。独りよがりなところもあるかもしれませんが、還暦近いおじさんのざれ言と思って、どうぞ最後までご覧いただければと思います。フレブルに限らず、ペットを我が子と表現する人がたくさんいます。僕はそれを聞くたびに、自分にとってどういう存在なんだろうとふと考えてしまうことがあります。そしてそんな時に思い出すのが、実家の近所に住んでいた親戚のおじ夫婦のことです。もうお二人ともずいぶん前に亡くなられていますので、これは小学生の頃の記憶です。おじ夫婦には子供がいませんでした。いつもおばさんは雑種の犬を連れて散歩していて、僕が外で友達と遊んでいると出くわすことがあって、よく挨拶をしていました。ある日、うちの母親と祖母がおじ夫婦のことを話しているのが聞こえました。それは、あの犬のことが可愛くて仕方ないんだって、子供の代わりなんだってという会話でした。どうしてなのか、僕はこの会話を今でも覚えているんです。おばさんが犬を連れて土手の上を散歩している姿もはっきりと覚えてます。そしてなぜかいつも思い出すたびに切ない気持ちになってしまうんです。あの犬はきっとおじ夫婦にとって唯一の家族だったんでしょうね。じゃあ僕はどうだろうか。正直なところ、僕はこの子たちに子供という感情を持ってはいません。男性だからそう思うのかと思ってうちの妻にも聞いてみましたが、彼女も子供という感情までは持っていないとのことでした。きっとこれは人それぞれなんでしょうね。ただおじ夫婦がそうであったように、我が子のように思う気持ちを持っている人をとても愛おしく感じます。だからといって、そういう思いがないからといってこの子たちを思う気持ちや愛情が足りていないなんて、僕も妻も思ったりなんかしてません。子供ではないけど手のかかる家族という意味では、むしろ子供以上かもしれません。
皆さんはどうでしょうか。一緒に暮らす愛犬との距離感、どんな風に感じていますか。フレブルは手がかかる家族ですよね。例えば人間の子供なら成長するにつれて自分のことは自分でできるようになりますし、いずれ自立したら家から離れていってしまいます。でも犬や猫といったペットは僕らがご飯を用意してあげたりお世話をしてあげないと自分ではできませんし、年を重ねてもずっと僕らのそばにいてくれます。そういう意味ではずっと手がかかりますけど、最後まで守ってあげなければならない存在なんですね。フレブルの寿命を考えると10年ちょっとかもしれないけれど、一緒に生活して喜びも不安も分かち合って濃密な時間を過ごす家族なんです。時々ふと思うことがあります。もしフレブルを飼っていなかったらどんな風に暮らしてきたんだろうって。多分家の中も車も生活スタイルも今とは全然違ったものになっていたんでしょうね。ちなみにうちはきっとご近所では犬屋敷って呼ばれていると思います。建売りだから屋敷なんていうね、そんな立派なもんじゃないんですけど、でももうね、そう言われるのは本望です。実際に犬屋敷なんでね、ほんと毛だらけですし、壁やね柱はかじられちゃってますし、匂いもね僕らが慣れてしまって気づいてないだけで相当ねやばいと思ってます。そんなんだから来客があっても家にはあげられません。それこそねジャージなんかね着てもらってこう汚れてもねいい服装じゃないとね無理ですね。そういうね家になってしまっている多頭飼いのお宅って案外多いと思うんですけど、どうでしょうか。あとエピソードとしては、この YouTube を始めるにあたってどうしても家の中を撮影しなきゃならないっていうのをねあるんですけど、妻がね最初嫌がったんですよ。まあそうですよね、家の中映されるとね。でもどうせね犬屋敷なんだからってことで最後には諦めてくれました。毎日散歩に行かなきゃいけない、朝晩のご飯もね用意しなきゃいけない、うんちとかおしっことかそういうのもね片付けなきゃいけないし、掃除も大変で何かあったらねすぐ病院に行かなきゃならないっていうね、フレブルをね飼うまでのね僕はねそんなことね全く無縁でしたし、そんなことねやりたくないタイプでした。これはね妻も同じでした。それなのに自分でもどうしてねこんな風に変わってしまったんだろうって思い返してみると不思議です。これはね皆さんそうなんでしょうけど、自分のことなんかよりフレブルのことをね真っ先にやってしまう。いつの間にかねフレブル中心の暮らしになってしまうんですよね。でもねそれがやっぱり幸せなんですよね。さて、子供のいない僕ら夫婦のフレブルに対する思いとか暮らしぶりについてお話をしてきました。でも仮に僕らに子供がいたとしても、フレブルを飼ってしまったらきっと同じようにフレブル中心の暮らしになっていたんじゃないかなと思ってます。気づいたら生活の中心にいる、それがねフレブルの魅力なんじゃないでしょうか。フレブルがいると人生はちょっとだけね豊かになりますよね。そんな風に思ってます。皆さんもフレブル中心の暮らしになっているエピソードなんかがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。
また少しでもこの動画を面白いと感じていただけましたら、チャンネル登録やいいねをしていただけますととても励みになります。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。